皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？なんか今急に大雨が降ってきて、その大雨の音が入ってないことを願うんですが、今回のテーマはですね、ことわざです。今回は日本語のことわざについてお話ししていこうと思います。ことわざを英語で言うと proverb とか saying って言うと思うんですけど、その日本語バージョンことわざです。で、まずことわざって何ってなると思うんですけど、ことわざっていうのはいわゆる昔からの言い伝え、昔から、人から人へ伝えられてきた、教訓とか知識とかを含んだ簡潔にまとめた言葉です。なので、ことわざイコール短い、教訓、知識などを含んだ言葉っていうのがことわざです。で、これ結構前になるんですけど、大阪・関西万博がまだやっていた時に、あるテレビ番組が万博に行って、で、いろんな国から来た人にインタビューをしていました。で、どんなインタビューかというと、あなたの国のことわざを教えてくださいっていうインタビューをしていて、で、それ見て、なんか、国によっていろんなことわざあるんだなとか、日本にもこれと同じようなのあるなって思いながらちょっとだけ見たことがあったんですよね。で、それを見て、このことわざのエピソードまだポッドキャストで作ってないから作ってみたら面白いかも、いろいろ学べることあるかなと思って、で、それをとりあえずメモに書いておいたんですよね。で、そこから何ヶ月も経って、もう完全にそのことを忘れていて、で、最近そのメモを発見したので、まだことわざのエピソード作ってない、作ろうと思ったので、今回はことわざについて話していこうと思います。このポッドキャストが日本語を勉強している方に向けてのポッドキャストなので、なんかちょっとモチベになるような、やる気が出るような、背中を押してくれるような、その勉強するときに使えそうな、ことわざを5つご紹介していこうかなと思います。で、そのことわざ何があるかなと思って私もちょっと調べたりしたんですけど、で、その時に一つめっちゃ日本人っぽいことわざがあるなと思って、なのでまずはそれを紹介した後に、その後5つ追加で、紹介していこうかなと思います。で、その日本人っぽいなって思ったことわざが、親しき中にも礼儀ありということわざです。皆さんこのことわざ聞いたことはありますか？親しき中にも礼儀あり。で、どんな意味かというと、どんなに親しい間柄、どんなに親しい人、親友でも最低限の礼儀を忘れてはいけないっていうことわざです。なんか初対面の人、初めて会う人、または知らない人になんかいきなりオラみたいな感じで、めちゃめちゃ失礼な態度を取る人っていうのはほとんどいないと思うんですけど、どんどん仲良くなっていって距離も縮まっていくと、その緊張感もなくなるし、お互いのこと何でも知って、もうリラックスしながら話したり日々を過ごしたりすると思うんですけど、でもどんなに親しい人でも最低限の礼儀はね、人として接するにあたって最低限の礼儀は守っていこうっていうことわざです。で、なんか私はこれが日本っぽいなと思って、その結構礼儀を大事にするというか、なんかいつでもどこでも丁寧みたいな、そういう部分が現れているかなと思います。初対面の人に丁寧は当たり前なんですけど、どんなに親しい人でも礼儀は忘れてはならないよっていうのがめっちゃ日本人っぽいなって思ったので紹介させてもらいました。このことわざをなんか文章中に使う感じではないんですけど、仲いいからって、そのなんかちょっと失礼な態度取るとか、相手のことを考えないっていう人がいたら、親しき中にも礼儀ありって言うやろ、礼儀はちゃんとしなあかんで、みたいな感じで、なんかもしかしたら親が子供に言ったりする言葉かなって思います。皆さんの国にもね、いろんなことわざ、いろんな人からの言い伝え、昔からある言葉などあると思うんで、自分の国の言葉だったらこう言うなとか、なんかシチュエーションをね、思い浮かべながら一緒に聞いてもらえたらなと思います。では、こんな感じのことわざを5つ紹介していこうと思います。
では、まず一つ目のことわざは、好きこそものの上手なれです。好きこそものの上手なれ。これ皆さん聞いたことはありますか？また、このことわざは何を言っているかわかりますか？好きこそものの上手なれっていうのは、好きなことは熱心にやるので上達が早い、上達しやすいという意味です。例えば、私は昔ピアノを習っていたことがあります。で、6歳から11歳までだったと思います。その間、約5年間ピアノを習っていたことがあるんですけど、私はそのピアノを練習するのがめちゃめちゃ嫌いでした。もうめちゃめちゃ嫌いすぎて、もう全然練習もしないけど、毎週レッスンがあるから、そのレッスンのちょっと前に、もうなんか15分ぐらいだけ練習するみたいな子供だったんですよね。で、そういう嫌いだけどなんかやらされてるみたいな場合だと、モチベもないし、やる意味もわからないし、なんでやらされてるんやろみたいな感じで、全然練習もしないので、全く上達はしないですよね。で、その感じで、全く私もピアノは上達しなかったんですけど、楽譜は読めるようになったけど、全然上達はしなかったって感じなんですけど、もし他の子で、もうピアノ練習するのが大好き、何時間でも、もう学校終わってから夜寝るまでずっと練習してるみたいな子がいたとしたら、もう成長速度が全然違いますよね。好きだからずっとやりたいし、モチベもあるし、もっと上達したいっていう気持ちも湧いてくるし、みたいな感じで、好きだったらどん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 自らやるようになって上達も早いよねっていうことわざです。で、言語も一緒だと思うんですけど、例えば学校で英語の授業とかスペイン語の授業やらされてる、絶対このクラス取らないといけないからやってる人と、またはアメリカ人の友達がいるから、スペイン人の友達がいるから、その子と話したくて英語とかスペイン語を一生懸命勉強している。まず言語を勉強するのが大好きっていうこの2人の子がいたら、間違いなく後者の方が成長が早いですよね。多分日本語を勉強してる方っていうのは好きだからやってるとか、やりたくてやってるっていう方がほとんどだと思うので、皆さんその好きっていう気持ちを忘れずにね、勉強し続けてもらえたらなって思います。あと勉強方法もなんか誰かが言ってるからこれやった方がいいのかなっていうのもあるんですけど、自分の好きな方法、自分が一番時間を忘れて続けられる方法を見つけて、で、それをずっとやっていくっていうのが一番かなと思います。では次の2つ目のことわざは、七転び八起きです。これは聞いたことはありますか？で、七転びは7回転んで、八起きっていうのは8回起き上がることです。7回転んで8回起き上がる、意味わかんないですよね。7回転んだら7回起き上がるのが普通やんって感じなんですけど、このことわざが言ってるのは何度失敗しても立ち上がることが大事っていう意味です。その起き上がってる回数の方が多いじゃないですか。そっから感じ取れるのは、どんだけ失敗してもその起き上がる力、もう一回挑戦する力、もう一回立ち直ってやり続ける、その力が大事だよっていうことわざかなと思います。日本語勉強も忙しい、仕事も忙しい、学校も忙しい、なんか家事も忙しい、いろいろやらないといけないことがあって、何回も何回も諦めそうになったけど、でもよし、もう一回やってみようっていうね、その気持ちを大事にして、勉強していくことが大事、何でもやることが大事っていう、そういうことわざです。なんか何回練習しても、日本語のスピーキング上達できないなって感じてしまうこともあるかもしれないんですけど、例えば。それでもやり続けることが大事だし、なんか違うなって思ったらちょっと方法を変えてみてやるっていうのが大事っていうのが、七転び八起きです。何度失敗しても立ち上がるっていう、ことわざです。では次のことわざは、千里の道も一歩からです。千里の道も一歩から。これはどんなに大きなことでも手近なところから着実に努力を重ねていけば成功するという意味です。これこそもう全ての物事に当てはまるかなって思うんですけど、なんかすっごい成功した人、会社で大きな利益を得た人、
またはポリグロッツみたいな感じで、なんか10言語話せるよみたいな人でも、もう最初は何もなかったですよね。最初は自分の小さいアイディアから始まって、それをどん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 大きくしていったとか、最初はなんか小さい頃に見た映画が面白くて、言語を学んでみて、じゃあ言語学ぶの楽しいからどんどん違う言語も学んでみてみたいな。どんな人でも最初は小さいところから始めてるし、その積み重ねで今後の成長があるって感じなので、今後の成長、成功があるっていう感じだと思うので、日本語の例えば N1 に合格したい、その一番難しいテストに合格したいってなって、今から始めるってなったら、じゃあやっぱりまずは N5、めっちゃ簡単な動詞、食べるとか、行く、勉強するみたいなね、そういうところからまずは始めていくべきだし、そういう細かなところをどん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 積み重ねていったら、いずれかは絶対に日本語話せるようになる、絶対日本語のボキャブラリーが増えていくよみたいな風に捉えれるかなと思います。千里の道も一歩から。これも覚えておくと、勉強をね、ちょっともう、無理ってなったとしても、なんか、ちょっとずつ積み重ねていくことが大事やんな、オッケーオッケー、頑張ろうってなるかなと思います。では次のことわざは、初心はするべからずです。初心はするべからず。これは初心っていうのは初めのフレッシュな気持ち、マインドですね。それを忘るべからずなので、忘れてはいけないっていう意味になります。なので、最初の気持ち、最初の学びたいとか頑張りたいとか何かをやってみたいっていう気持ちを忘れてはいけないっていうことわざになります。あとはなんか、例えばすっごいもう日本語が上手で、もう何でもいけるよ、もう全部わかるよ、ポッドキャストも全て理解できるっていう方だとしても、なんか傲慢な態度にならずに、なんか自分はできるよ、母みたいな感じではなくて、私もなんかあの時わからへん時あったな、初めも何も理解できひん時あったなっていう、そのなんか初心を忘れてはいけないっていう意味ですね。ちょっと謙虚な気持ちを忘れてはいけないっていう感じと、あとはその、もう勉強したくないってなった時に、いや待って、最初あんだけやりたかったやん。で、今もやりたいやん。よし、もうちょっと頑張ろうみたいなね。そういうなんか自分を奮い立たせる時と、成長した時に傲慢にならずに謙虚にいられるように、そういう言葉かなと思います。では最後5つ目が、猿も木から落ちるです。猿も木から落ちる。このことわざも、なんか結構出てくるかなと思います。猿も木から落ちる。猿はモンキー、動物ですよね。猿も木から落ちるってどういう意味ってなるかもしれないんですけど、これは名人でも失敗することがあるよ。どんなにすごいスーパースター、アスリート、プロフェッショナルだったとしても失敗することがあるよっていう意味です。猿ってずっと木の上をね、駆け回ったりするじゃないですか。そういう猿でも木から落ちること、ちょっと足滑らしてとか、わかんないですけど、そういう猿でも、もう木登りの名人、猿でも木から落ちることがあるよっていう、そういうことわざになります。で、これからその学べること、感じ取れることは、たとえ日本人の私でも、もうなんか全然言葉が出てこないってなる瞬間もあるし、あれこの漢字どうやって読むんやったかなって思うこともあるし、皆さんが知ってることわざで私が知らないことわざもあるかもしれないし、その日本語ネイティブでもめっちゃ噛んでしまったりとか失敗することもあるので、皆さんももう私全然日本語できひんとか思わずに、誰でも失敗する、誰でも間違いはあるので、もうどんどん話して練習して挑戦していくっていう、そのネガティブな落ち込みそうな時にこの言葉を思い出してもらえたらなと思います。日本人でも間違える時あんねんから、私が間違えるの当たり前やんみたいな。その日本人でもちょっと漢字間違えることあんのに、私これだけ分かってたらもう天才やろみたいな、そのぐらいのもうマインドでいておくと、勉強もどんどんはかどったり、途中で無理やって諦めなくて済むかなと思います。今回は日本語のことわざについてお話ししました。
皆さんどうでしたか？何か学べた、これいいなって思ったことわざはありましたか？または、もうそれ全部知ってるよ、学んだよ、なんか違うの教えて欲しかったっていう人もいるかもしれないですけど、いろんな勉強系、頑張る系のことわざとか、人間関係のことわざとか、いろんなジャンルがあるので、またそれを分けてね、ご紹介していこうかなと、今後は、いろんなジャンルに分けてご紹介しようかなと思います。なんかやっぱりことわざって昔からあるもの、昔からの言い伝えとか教訓だったりするので、その国の文化とか歴史をよく表しているものが多いかなと思います。またその国では何を大事とされているか、何に気をつけた方がいいか、何をね、一番重要かプライオリティかみたいなのも、この超短い簡潔な言葉に全て現れていると思うので、ことわざって今すぐ学んで今すぐ使えるか、毎日聞くかと言われたらそうではないですけど、より言語を深くね、知りたい、歴史を知りたい、文化を知りたい、人々の考え方を知りたいってなったら、ことわざを勉強するのはとってもいい方法だなと私は思います。で、ことわざは本当になんか今すぐ使えるというか、毎日日常会話の文章の中で、会話の中で出てくるわけではないですけど、知っていたらいつかは使えるし、あといつかは出てくると思うし、なんかパッて日本人に言われた時に、それこういう意味やなって理解できていたらもうめっちゃかっこいいと思うので、これを聞いてくださっている方はもう日本語中級者、上級者だと思うので、いろんなジャンルというか、いろんな表現を身につけて、もう皆さんの表現を語彙力をもっと上げていく、表現力を豊かにしていくために、ことわざっていうのも一つね、勉強してみるといいことなんじゃないかなと思います。また本を読むのが好きな人はこういうことわざをね、知っておくとすごく理解力が上がるかなと思います。なので、本たくさん読む人、もっともっとなんかいろんな表現を学びたい人、言語を通して日本人の考え方とか歴史文化を学びたい人は、ぜひね、ことわざを勉強してみてください。あとまた皆さんの好きなことわざなどあれば、ぜひコメントで教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。トランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストこれからも応援したい、もっと頑張ってほしいって思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって毎週ポッドキャストを作ることができているので、もう本当にありがとうございます。これからもどんどんこうやってエピソードを更新していこうと思うので、皆さんもこれからも応援していただけると本当に嬉しいです。では今回はここまでになります。日本は最近急に寒くなって、もう体調を崩しそうになってしまう日々ですが、皆さんも体調にはお気をつけて、季節の変わり目なので風邪などひかないように、健康には気をつけて過ごしてください。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。